シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は11月後半の家庭菜園の NG 行動についてご紹介します。11月後半になりますと栽培を終える家庭菜園の方も多くいますけれども、シェア畑は玄関期の野菜の栽培なども実施しています。今日は11月後半に実施すると NG の作業をご紹介します。最後に質問にも回答します。ぜひご覧ください。現在の畑の状況です。皆さん夏野菜の撤収は終えられて、秋巻きの大根、それから葉野菜などが育ってきている状況です。中にはもうすでにイチゴを植えておられる方もいらっしゃいます。9月巻きの大根や葉野菜の収穫は11月の初め頃に始まります。その収穫が終わった後、玄関期の野菜の種まきということがスタートするんですが、そこにはいろいろな注意が必要です。今日はその中での NG 行動について、詳しくご説明したいと思います。それでは NG ポイントその1です。防寒なしの種まき実施です。多くの品種が防寒が必要になります。そのまま撒いて水をかけるだけではなく、不織布やビニールトンネルなどを設置して、育てましょう。こちらは防風のために、防虫ネットはついているんですが、防寒対策ができていないので、今の時期温度が下がってくるので、成長が、緩やかになって少し心配があります。大根などがまかれていますが、まだ双葉の状態。ほうれん草なども芽は出ていますが、かなり成長の速度は遅いようです。こちらは10月の22日にまかれたということで、もう2週間ほど過ぎているんですが、やはり成長の速度は遅いようです。では実際に、こちらの畝の地中の温度を測ってみましょう。今日は日差しも強く暖かいんですが、マルチの下でもやはり防寒対策が施されていないと、すでに23度近くまで温度が低い状態になっています。生育適温には十分ですが、これは日差しの強い昼の一番暑い時の温度なので、夜になるとすごく下がります。ですから平均温度としては生育適温をやや下回るような状態になっていると理解する必要があります。こちらの畝は防寒対策として穴あきの保温ビニールがかぶせられています。この状態でどの程度温度が高いのかを調べてみたいと思います。やはり同じように畝の部分に温度計を挿して温度を測定してみます。こちらの方は今畝下でだいたい31度ぐらいまで温度が上がっています。ということで、これが夜になって冷えてきても平均地温としては25度程度が期待できると思います。ご覧いただけると分かると思いますが、ほぼ同じ時期に種まきをした状態でもこのように生育が違います。これが保温ビニールによる防寒対策の効果です。このように野菜というのは適温であればぐんぐん育ってくれますが、適温を割り込むとほとんど育ちません。ということを十分注意して、玄関期については保温対策を十分に施して、野菜を育てていただきたいと思います。NG ポイントその2です。収穫の遅れです。さつまいもやじゃがいも、里芋などの芋類は霜に当たると味が落ちて傷んでしまいます。遅くても11月末までに収穫しましょう。霜が降りる前に収穫することが大切です。芋類の他にもミニキャベツや大根なども収穫時になれば、残さずに収穫しましょう。逆にまだ暖かいようですと、残しておくと育ちすぎて味が落ちてしまいますので、これも注意しましょう。それでは NG ポイントその3、水やりです。プランターや畑、ともに水やりは NG です。凍結したり地温の低下が発生します。
霜が降りれば溶けた霜で水分は十分です。こちらにプランターがありますので、実際に今の温度をチェックしてみたいと思います。このようにプランターの場合やはり、直接露地ではないので、温度があまり上がりません。ですからプランターの場合は水やりは厳禁になります。この辺を注意していただきたいと思います。温度は今これで 18.3 度で、先ほどの保温対策をしていない畝で約25度ぐらいでしたから、それよりも約7度近く低いです。ということで、霜が降りやすいということを十分注意していただきたいと思います。NG ポイントその4です。植え付けの遅れです。玉ねぎ、スナップエンドウ、そら豆は苗植えの注意点はお伝えしていますが、これからは遅れないようにしましょう。遅れると今度は生育が足りずに、冬越しができないということになります。NG ポイント最後の5番目です。防虫ネットの取り外しです。寒くなると害虫も減ってくるので、防虫ネットを外しても OK というふうに思われるかもしれませんが、これも NG です。防虫ネットは設置したまま置いておくと暴風対策になります。そのため葉物野菜で小さい株には防虫ネットを設置したままにする方が無難です。何かと管理が面倒で外したくはなるんですが、しばらくは防虫ネットをかぶせたまま使っておくようにしていただきたいと思います。それでは質問コーナーです。こちらのスナップエンドウの動画にコメントをいただきました。スナップエンドウと玉ねぎの混植は相性が良いと聞きましたというコメントをいただきました。こちらは諸説あるんですが、玉ねぎはやはり根粒菌を忌避してしまい、有機栽培の場合はこの点を考慮していく必要があると思います。根粒菌忌避のポイントを考えなければ、玉ねぎなどネギ類は害虫忌避の効果があるので、これはプラスポイントになると思います。化成肥料で栽培される場合は根粒菌に頼らず窒素肥料を供給するというような考え方になりますので、玉ねぎとの混植も良いかもしれません。ということで栽培方法によってはいろいろ状況が変わりますので、いろいろ試していただいた方がいいと思います。今日は11月後半の家庭菜園の NG 行動についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。碑文谷3丁目菜園アドバイザー西川がお伝えしました。それではまた。家庭菜園ライフ